お前に一番いい商売見つけてあるから、そこで屋台やるんならやれって言われて出たのが東京駅の真ん前で八重洲口、組織に入ってやってたから、決起屋、だから売り上げの9500、600が最高だったの。柏警察で10人ぐらいのおまわりがダーッとなだれ込んできて、その場で逮捕されて生え抜きの女集めて店出した。繁盛しねえわけがない。来なくたって平気だよ。黙ってついてくんだ。昭和の時代は男も女も、昭和の人たちってみんなこうやって作ったんですよ。こんな商売して今年で46年目の、食べてくれる人に会うかどうかも分かんないし、媚びを言ってまでモテ期だ。で、大したあれじゃねえよ。好き勝手気楽にやってんだから。
はいどうも、ちょうどいいサイズだこれ。うちのね、うちの奥さんは東北系なんですよ。山形県。あ、山形。親が。あだからもともとね、しょっぱいのは結構好きなんです。あ。ラーメンを注文した時にこの人は東北、北海道、関東、関西のうちどこだろう大体というのを聞きつけるんですよ。それでこのタレの濃さを書いちゃうの。変える。すごいですね。年代別にお姉さんぐらいの年だったら麺の茹で加減は1分半、先輩だと2分っていうふうに麺を茹でて出すとうまいと言ってくれるんですよ。APS-C ですね。ラーメンも関東のやっぱりうちのかみさんも一緒に転勤してましたけど、やっぱラーメンは関東のがうまいと思いましたね。どうぞ。ってことは全然公平じゃないですか。ずっとラフの9ミリだよね。うちのおふくろがずっとチェリー捨ててる。ああ、チェリーね。ちょっと色似てるんであれですけど、キャ
ャビンマイルってラークの真似だから。そうなんだ。そう。ずっとキャビンマイル。組織に入ってやってたから、はいはい。敵やだから売り上げの6割収めて、あとの4割は自分のものプラスお客さんって釣り持っていかないじゃん。それもそっくり自分のものだから、それはチップですもんね。もう金の計算ってしたことない。ローンとかゲップとかって使ったことない。3000と600円です。出るけど。で僕はね。はい。はい。ごちそうさまでした。ありがとう。はい。またお邪魔します。ありがとう。27から。俺は随分可愛がられたの。親父で。みんなが可愛がってくれるもんだから。15年で2000万の上たまったかな。で金持つといいことねえよね。我孫子、天皇台、北柏、柏、南柏、ここまで連続5つの駅の前に屋台両方10台出したの。自分が人を集めて指導してやったんだよね。3ヶ月もかかんなかったよ。1ヶ月に1万食売ってみたかったの。9500、600が最高だったの。それでカラオケ、定食、あとスナック3店舗出して、屋台にこれはっていういい女が行ったら俺んところに電話入れろってみんなに指示してあるから、10か所にラーメン食べに来た生え抜きの女集めて店出した。繁盛しねえわけがない。めちゃめちゃ繁盛したのが1年。地元で相当やきもち焼かれたんだな。で風営法の許可を取ってねえから、柏警察で10人ぐらいのおまわりがダーッとなだれ込んできて、その場で逮捕されて柏警察で21日間勾留されたの。それでめちゃめちゃになってさ、すっぱりとやめたの。それで上野で15年も世話になった親父のところへ挨拶行ったんだよ。お前に一番いい職場見つけてあるから、そこで屋台やるんならやれって言われて出たのが東京駅の真ん前で八重洲口、そこだったんだよ。それでそこへ出て15年かなやったの。関東では敵屋っていうのはお祭りに出る屋台だとか、もう敵屋って言ってるんだけど、こういうラーメンそのものも敵屋って言ってるんですよ。みんな死んじゃったよ。八重洲にいる時に俺が八重洲4年目かな、4年目か5年目で亡くなったんだ。ラーメンと味噌ラーメン。ラーメンと味噌ラーメン。はい。昭和の人たちってみんなこうやって作ったんですよ。へえ。12時過ぎお客が切れたらもう俺帰っちゃうんだ。ガツガツしてないから。
毎日やってるんですか？いやよく休むんですよ。ああ結構ここ通るんだけど車で知らなかったいやねやってない時が多いんです。あこんな商売して今年で46年目のこんなずっとこの場所で？いやここ1年半あ、だって食べたって本当に俺の作ったラーメンが食べてくれる人に合うかどうかも分かんないしこぎを言ってまで余計売ることない。美味しそうやな。こんなバカな屋台の親父もいるんですよ。いやなかなかね屋台って。でラーメンです。はい、ありがとうございます。チャーシュー1個食べちゃった。見せてあげるよ。最初からもう決めてあったことが昭和100年で辞めるか年が80になったら辞めるかどっちかだ。だからまだ腕は落ちてねえなって。美味しい、美味しかったね。ありがとう。とても。じゃあ来年昭和100年そうそうそうでやめられちゃうんですか？そのつもりなんですよ。来年じゃなくて、あれ80 80歳まで歳かどっに。ちか。そうそうそう。ここの前が八重洲です。ここの前が八重洲で八重洲15年なんですよ。でその前が上野で10年でスタートが川崎で8年。それで来てる人に、で中にはとんでもねえのがいてね、20日と31日は他の人みんな断るぐらいの客数ね。だから俺そんなにモテたかなモテ期だ。はいどうぞ。全員いるんだけどで車俺の車なんですけどそれなんか金だけ目標にしてガツガツ稼ぐような屋台だったらこの味出ないよ。モテるよ。俺より6つ上だから今83。いや俺が口説かれたんだよ。女口説くほどの技量はないよ。ラーメン売るので手一杯で20年も付き合ってっからそのままダラダラしてるだけだよ。別れる理由がねえから別れねえだけだよ。そうもう一人は芸者だよ。
3ヶ月に一遍ずつ俺料理屋で芸者呼んでたんだよ。来なくたって平気だよ。黙ってついてくんだ。まあ一晩結婚したようなもんだ。それの延長だよ。同い年だね。昭和の時代は男も女も一途なところがあるんだよ。そんで70超えるともう脇目触れない。客みんな屋台が好きなんだよ。